はい、皆さんこんにちは。車検当日です。車検はベテランの人にお願いしていたのですが、私も時間の都合がついたので見学に行ってきました。テスター場で最終チェックです。偶然隣にも飾ったアートトラックが。最終チェックを終えたらラインに並びます。順番待ちが長いですね。この年度末は車多かったのかな。順番が来ました。エアを一旦減らしてエア圧の上昇具合を見たりするのかな。ロングヤンキーホーン、特に指摘されない。大丈夫みたいですね。一周ランプ類のチェック。箱マーカーもバンパーのアンドンも全部点灯しないと不合格だって。下回りの検査、ブレーキやスピードメーターの検査、この辺も普通にクリア。ヘッドライトの検査、ハイビームだけの検査なんですかね。4灯式にしてあるのですが、係の人が外側のライトに遮光の布をつけています。なんか時間かかってる。動きが悪くて不合格でした。テスター上でちゃんと合わせたのにキャビンの上げ下げの衝撃でずれたのかな。もう一度テスターで調整。再検査。次は通ってくれー。お、左 OK か。右も行けたか。合格です。計測のラインに入ります。寸法重量を測ってもらって減トン確定。前回の登録でも船型バンパーつけてたけど、サイドバンパーが丸パイプから角パイプになってバスフェンダーになってるから重くなってるでしょう。寸法はほとんど変わってないんだけどね。点角の検査はないんじゃな。
合格いただきました。車検のために保安基準を調べても用語は難しいし、年式で内容も変わってくるのでわからないことだらけでしたね。バンパーのライトですけど、フォグランプは同時点灯2個までだそうです。私のはハロゲン球は抜いて 6W の暗い電球にしてあるので、その他灯火類という判断をしてもらえたみたいです。これで4個同時点灯 OK。 アンドンは赤はダメなのは知ってたんですが、私のはどうかな。オレンジ寄りの赤かな。で、白いアクリルに変えておきました。ナマズの分も寸法を取りたいので外したくはなかったんですが、前から見える緑のランプはどうなんですかね。速度灯と紛らわしいからバイザーや遮光灯の緑はダメって聞いたことはあるんですけど、下の方ならいいよとかないのかな。来年はつけていってみようかな。今回はクリアレンズを2個だけ持ってたので、一番下だけ残してコーナーリングランプとしていきました。ナンバーは10センチぐらい奥まっていたので、付け直して前に出しておきました。古い車はあんまり言われないかもしれませんけど、他車種から流用の4灯式ライトはちゃんと明るさと光軸が基準範囲内で大丈夫でした。この車はノーマルバンパーにウインカーが入っていたので、代わりにコーナーランプをオレンジにしてウインカーにしました。車幅灯はヘッドライトにポジションランプキットを入れてあります。横の緑色マーカーは問題なかった。ちゃんと全部つくかドキドキしたけどね。上の方も玉切れ注意ですよ。リアバンパーはこれつけていったんですが、この車は自作バンパーでもいい年式らしい。古い車は有利なとこが多いですね。シフトノブ変えてるとパターンを表示しとかないといけないのは有名ですね。今回はカッティングシートで自作しました。ちょっと気に入っています。0円だし。ホーンボタンにはラッパのマークがいります。これも作ったんだけどちょっとでかすぎるしシワシワになったんで、来年分は小さくしよう。上にぶら下げてた無線機も大丈夫でしたね。危ないとか言われるかもって思いましたが、内装生地は何年証明をもらっていたので大丈夫でした。検査員も人間なので、来年違う人が見たら何か指摘されるかもしれません。ないとは思いますが、勘違いや間違いもあるかもしれません。次回以降も勉強ですね。帰ってから積載量ステッカーを作り直しました。どんだけ厳頓でしょう。今回は黒にしました。なんか純正っぽいでしょ。あまり面倒はなくて余計な出費もなく無事通ってよかったです。来年はもう少しパーツつけていこうかな。